今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。さて皆さん、突然ですが、皆さんの国では脱毛というものはどのくらい一般的でしょうか？実は最近日本では女性だけではなく男性の脱毛もかなり一般的になっています。ひげ脱毛、腕、そして足、そして実は VIO 脱毛。日本ではかなり普通に広告を見かけるようになりました。皆さん、この VIO が何を意味しているかご存知ですか？多分これ日本独特の言い方なんじゃないかなって思います。今日は外国人が驚く日本の脱毛事情について、そしてそこから見える日本人の清潔感や周りの空気を読む文化について少しゆっくりお話ししていきたいと思います。さて、本編に入る前に今日ね、私は実は脱毛に行ってきました。私はサロン日本ではですね、主にサロン脱毛と医療脱毛の2つがあるんですね。で、今回私は医療脱毛の方に行ってきたっていう感じなんですけど、多分ね、10年ぐらい前までは100万円近い？安くても30万円ぐらいっていうね、イメージだったんですけど、全身脱毛したい時って。最近は日本では結構安くなってきていて、だいたい5、6回で5万円、300ドルぐらいでできるようになっています。でね、脱毛したことがある人なのかわかると思うんだけどね、本当にね、痛いんですよね。はい。なかなかね、レーザーの不思議な感じ、表現するのが難しいかもしれません。ということで今日はお茶ではなくお水をたくさん飲んでいます。はい。そしてね、ちょっと今日はツアーの後に脱毛サロンに行って、ちょっと仕事もしてっていうところで、もうだいぶね、時間も遅くなって10時半っていう感じなんですけど、ちょっとね、お話ししていきたいなって思います。さて、まずですね、日本では脱毛サロンなので、V ライン、I ライン、O ラインという分け方をします。そして、それをまとめて VIO 脱毛と呼びます。もしかすると英語圏では、この VIO という言葉があんまり一般的ではないかもしれません。多分英語だと普通、ブラジリアンワックスとか、ビキニラインとか、レーザーヘアリモーバルとかっていう風に言うかなって思うんですね。なので、この VIO という言葉そのものがかなり日本特有の美容業界用語かもしれません。日本では当たり前の言葉ですが、多分海外では全然通じないんじゃないかなって思います。はい、わかりました皆さん。VIO ですよ。これがちょっとどこを意味しているか、ちょっとね、考えてみましょう。はい。さて、ではなぜ、ここまでね、日本では脱毛が広がったのでしょうか。もちろんね、人によって理由は違うんですけど、ただ日本では特に清潔感という言葉がかなり多い気がします。日本人はとても清潔感を気にします。髪型、服装、爪、匂い、肌、そして体毛、全部まとめて
ちゃんとしているかを見られているような感覚があります。例えば、面接とか、あとは営業職、接客業、恋愛などですね。日本では相手に不快感を与えないことを重視する文化があります。もちろんこれはいい面もあるんですが、同時に少し疲れる部分もあるかもしれません。さてですね、ここでちょっとね、私のフォロワーさんの多くはアメリカに住んでいるので、日本とアメリカの違いについてお話ししていきたいんですが、アメリカでもね、脱毛はかなり一般的なのかなって思うんですけど、特にブラジリアンワックス、レーザー脱毛は結構普及してるんじゃないかなって思っています。でも理由がちょっと違う気がしますね。多分アメリカではですね、自分が快適だからとか、自分がない方が好きだからとか、そういった理由が強い印象がありますね。例えばビーチ文化やジム文化とか、あとは下着文化とか、そういったものも影響しているんじゃないかなって思います。そしてかなりオープンに話題にする人も多いです。ちょっとね、話が脱線するんですけど、私がいつもアメリカの映画を見てすごくびっくりすることは、結構ね、もうどの女優さんもどの俳優さんも自分のね、体の大事なところを、惜しみなく見せているところはびっくりしますね。日本だとね、やっぱりあんまり見たことないですね。そういうシーンを。そう、濡れ場っていうのかな。ちょっと気まずいシーンって呼ぶのがいいかな。気まずいシーンの時って、だいたい気まずいんですけど、でもそんなにリアルじゃないというか、着てるんだろうな、みたいな。それぐらいの、見えてるか見えてないか微妙みたいな、そういうシーンが多いんですけど、結構もう海外だとびっくりするぐらいね。そこを結構見せてたりするのは、やっぱ文化の違いだなって思いますね。そう、日本だったらちょっと、難しいな。それこそね、そう、最近私がハマっているネットフリックスの、動画、地獄に落ちるわよっていうやつがあるんですけど、それとかも結構ね、意外とそこはあんまはっきり描かないんだな、みたいな感じでしたね。やっぱそれは日本の監督だからっていうのはあるかもしれないですね。たとえネットフリックスだったとしても。ちょっと話が脱線してしまいましたが、やっぱりですね、アメリカでは、かなりそういうね、性的なことに関してオープンに話題にする人も多いかもしれないですね。一方で、日本では周りからどう見えるかを気にする人も多いです。もちろんね、最近は日本でもやっぱね、自分が快適だからっていう理由で脱毛する人が増えていますが、ただね、日本社会にはまだ少しね、女性はこうあるべきっていう空気が残っているような気がします。はい。さて、ここで気になるのが VIO 脱毛かなって思います。海外の、方から見るとね、かなり驚かれることもあるかもしれませんが、日本ではね、特に2、30代では、少しずつね、VIO 脱毛が一般的になってきていると思います。理由として多いのは、蒸れや生理、匂い、快適さなどですね。日本は本当に夏すごく暑くてですね、同時に湿度が高い国ですね。本当に蒸し暑いです。なので、やっぱ快適さを理由にする人は少し多いかもしれませんね。でもね、ちょっと反対の意見としては、そう。やっぱり周りからどう見られるかがちょっと恥ずかしい日本人としては、やっぱり温泉文化がね、ちょっと VIO 脱毛する上で問題になってくるかもしれませんね。日本では、裸でね、共同空間に入るような文化があります。
これはね、結構海外の方、初めてだとびっくりするかもしれないですね。特にキリスト教の方とかね。そんな裸をね、人に見せるなんてみたいな風に思うかもしれない。そう、映画では結構オープンなのになぜかね、現実世界では結構みんな見せないようにするっていう、日本人からするとちょっと不思議なところがあるんですけど、とにかくちょっと日本ではやっぱりその裸になって、お風呂に入るっていう文化がまだまだあるんですけど、その中でね、ちょっとその VIO をしていると、ちょっと周りからどう見られるんだろうっていうところを気にしている女性も、少なくないかもしれませんね。これは一個その VIO をやる上での大きい妨げですね。今後ね、人生の中で温泉に入るときに、いつも心のどこかでドキドキしていなきゃいけないっていうのは、ちょっとデメリットかもしれませんね。はい。はい。ではですね、日本の男性は女性の体毛についてどう思っているのかというと、これはかなり人によるかなって思うんですけど、もちろん全く気にしないという人もいると思います。ただ、みんな多少整えてほしいと思っているのかな。かなり気にする人も一部いると思うんですけど、やっぱり大多数はあんまり気にしないか多少整えてほしいっていう人かもしれませんね。やっぱ若い世代ほどですね、ある程度整えている方が清潔感があると思う人が増えている気がします。やっぱり特にね、SNS とか広告の影響も大きいと思います。YouTube とかを見ていても、よくね、若い女の子の YouTuber さんが、VIO 事情について説明しますみたいな動画も上げていたりもするので、それだけね、やっぱ若い子たちは気になっているというか、VIO ってどんなのなんだろうとか、一般的なのかなとか、痛いのかなとか、そういうことをね、ちょっとみんなやっぱ気になっているんだろうなってすごく思ったりします。あと普通にですね、脱毛の広告っていうのはたくさん見ますね。これは VIO に限らなくてもですね、おそらくこの10年間の中で、本当にね、多くの、脱毛の広告を見てきたような気がします。ミューゼプラチナムっていうね、サロン脱毛だったりとか、あとは東京美容外科とか湘南美容外科クリニックの、脱毛とか、医療脱毛ですね。そういった、ポスターがあったりもして、結構ね、昔は、例えば脇だけだったら500円で無制限で脱毛できますっていう、広告を出していたりとか、かなりですね、攻めた営業をしていたように思いますね。はい。やっぱそういう、日々ね、広告を見る中で、一般的にね、皆さんの中に、脱毛って高くないんだなとか、脱毛したいなとか、今年こそはやっぱツルツルで、自信持って海に行きたいなとか、そういうふうに思う人がやっぱ徐々に増えていてですね、美容産業がだんだん拡大していったようなイメージはありますね。はい。でもね、ここで大事なのは、やっぱり女性側が感じるプレッシャーかなって思います。日本ではですね、処理していて当たり前のように空気を感じる人もいます。特にね、夏、ノースリーブとか、水着とか、温泉とか、デートとか、そういう時にね、気にしてしまう人も多いですね。体毛のことを私たち日本人は無駄毛って呼んだりするんですね。無駄毛、必要のない毛っていうことで呼んでるんですけど、やっぱ無駄毛処理できてなかったら、ちょっとね、その人清潔じゃないっていうふうに思われちゃうかもしれませんね。はい。あとは、そうね、結構男性は意外と無駄毛とか見てる傾向があるなって思うので、女性は特に気をつけないといけませんね。そうですね。やっぱね、周りに合わせないとっていう風にね、
空気があるので、時々それに疲れてしまう人もいるかもしれませんね。やっぱ日本社会っていうのは少し平均を気にする文化があります。みんなと同じとか、普通とか、空気を読むとか、こういったことを大切にしてきているんですね。なので SNS とか、電車の広告で何度も見るとね、みんな脱毛してるのかな？確かに周りのみんな脱毛してるような気がするって思ってしまうんですね。実際には、もちろん人それぞれですね。全員がしているわけではありません。多分体感はね、30% かな、40% かな。それぐらいの割合やってそうなイメージはありますね。VIO になるとかなりグッと減って、数%になるんじゃないかなって思ったりします。そしてですね、最近は男性脱毛もかなり増えています。髭脱毛、足脱毛、腕脱毛です。そしてなんと驚くことに VIO。昔の日本ではですね、男性が美容にお金をかけることに少し抵抗がある人がいました。今はかなり変わったと思います。やっぱりね、清潔感のある男性が好きという価値観が強くなっていますね。友達同士とかで、恋バナすると、結局は清潔感のある人だよねっていう結論に至ります。顔のもね、すっごいもうおじさまみたいにかっこいい場合もあるし、それはそれでいいと思うんですけど、別に顔じゃなくて、中身ってなった時に、じゃああと外見どこ気にするかっていうと、やっぱりね、男性は清潔感があるかなって思います。そこでね、やっぱ足とかね、腕の毛がボーボーなのよりも、結構スッキリと整えられている方が、この人清潔感あって素敵って思う人がいるかもしれません。またですね、髭脱毛が人気と言ったんですけど、やっぱりその理由としてはね、もちろん女性目線っていうのもあるかもしれませんが、毎朝の髭剃りがね、面倒だし、あとはやっぱ髭剃りってすごくね、なんていうかね、なんていうんだろう。やっぱダメージが大きいというか、肌荒れとか、青ひげになったりとか、清潔感がちょっとね、なかったりとか、やっぱ毎日ひげを剃るのって本当に大変だと思うんですね。あともちろん怪我したりもするしね。そして日本ではね、会社員文化っていうのが強いので、やっぱ毎日ちゃんと整えるっていうことを求められる場面も多いです。少し話は脱線しますが、女性の場合は必ず化粧をしてくるように、暗黙の了解の、ルールがあります。基本的にはね、大学生になってからはもう毎日化粧していますね。化粧しないで外に出るのってちょっとドキドキする感じがあります。そういう時はちょっと帽子をかぶったりとかね、なるべく人に会わないようにしたりとかっていう風にするんですけど、はい。やっぱね、ちゃんと整えるっていうことが求められる場面がすごく多いです。アメリカでは多分逆にね、ナチュラル派も増えてきているのかもしれませんね。別に全部話さなくてもいいっていうスタンスかもしれません。ボディポジティブリーとかね。はい。なのでアメリカでは完全に脱毛する人もいますし、整えるだけの人もいるかもしれません。自然なだけのままの人もいます。かなり自由かなって思います。一方日本では自由にしていいと言われても、実際には周りの目を気にしてしまう人も多いと思います。もちろんね、これは日本だけではないかもしれません。どの国にも、やっぱり美しさの基準がありますね。でも日本は特に、迷惑をかけないとか、浮かないとか、ちゃんとしているとか、TPO をわきまえるということをね、大切にする文化がある気がします。ただ私はね、じゃあ美容整形というか美容が悪いのかっていうと、そうは思いませんね。自分が好きでやるならとても素敵なことだと思います。
まあね、やっぱ今日ね、脱毛中に考えてたのは、私はいろんなね、整形手術とかあるけど、絶対無理だなって。こんな脱毛ちょっとでね、痛がってたね。もうね、例えば顎切るとかってなったらもう痛くてしょうがないだろうなって思って。まあそういう意味からちょっと諦めたんですけど、はい。まあ脱毛はそこまで痛くないので、やっぱりね、快適になったとか自信が持てたとかっていう人がたくさんいるんじゃないかなって思います。まあ大切なことはですね、やらなきゃいけないとかっていうよりかは、自分で調べることなのかもしれません。ちなみに日本語でも清潔感という言葉はかなりよく使われます。面白いですね。美人だけじゃなくて清潔感があることがすごく重要とされています。なのでですね、派手さよりもですね、ちゃんとしている感じを重視する文化があります。これもね、日本らしい価値観かもしれませんね。はい。ということで、本日のまとめです。皆さんの国では、脱毛についてどんなイメージがありますか？そして、日本との違いはありますか？皆さん自身はどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは皆さん今日も一日お疲れ様でした。